それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。土曜日以来ですね。こんばんは。あ、どうも、しめじしめじさんよろしくお願いします。しめじさん、元気ですか？大丈夫ですか？はい。今日ですね。昨日か。楽天の工事が終わりまして、光が入りました。で、川端っち、こんばんは。どうも川端さん、よろしくおい。願いします。まずちょっと、この楽天についてね、お話しさせてください。工事より、システムがちょっと分かったんですけど。シメディ、元気だけが取り柄です W。本当ですか？よかったです。はい。そう、楽天がですね、もともとこの光ファイバーっていうのが、NTT の回線を、借りて、で、サーバーがどっか楽天がどっかにあるみたいなんですね。で、速度が速いところと遅いところがあるみたいですね、すごく。で、それは、多分、光でもそうなんですけど、マンションタイプとか、自宅とかでも全然違うんですけども、で僕のところは一軒家で、割とまだ楽天が入ってないところじゃないかなと思います。アップロードが、やっぱり、ドコモの 5G より50倍ぐらい早かったので、で、今日24時間、ライブの方も設定をいろいろしまして、高画質にしたんですけど、今度は高画質にしたのはいいんだけど、パソコンがボロくて、パソコンが耐えられなくなったみたいで、やっぱりそれに担ったパソコンがないと、高画質で配信できないっていうことが分かったんですね。なんで、一応ワンランク上げた形で、見やすいようにはしてるんですけども、今日ね、この動画の方も多分スムーズではないかなと思います。はい。で、超低遅延にしているので、皆さんが喋ると結構早くレスポンス来るはずです。で、しかも今日ですね、コメントがちょっと今見えました。コメントが見れなかったんですよ。で、音声ちゃんと今出てるので、それで反応してるんですけどね。どんどん、皆さんコメント出してくださいね。言い方でテストしてくださいね。はい。でですね、1年間その楽天光は無料らしくて、自宅タイプだと月に4800円だったかな？するみたいですね。で、川端っち、スムーズです。ね、スムーズでしょ？やっとまともになったっていうか、今は、皆さんでもすごいですよね。配信してる方とか、みんな光ファイバー入ってたんですかね。アップロードの、良さにちょっと当たり前だったかもしれないですけど、もうありがたさしかないですね。ただ、あれですね、なんていうかな、ルーターっていうのが、バッファローの一番高いやつっていうかね、買っちゃったんですけども、5G の時にも使ってたんですが、やっぱルーターも大きかったですね。すごく、他やっててもかなり安定しますね。ダウンロードとアップロードがやっぱり同じぐらいの値。今も多分400か500ぐらい出てるのかな？速度が。500Mbps ぐらい出てるので、すごいと思います。すごいとか当たり前なんでしょうね。とにかく設定も簡単でした。はい。やっぱり放送される方はね、アップロードが早くないとダメですね。はい。というお話でした。これからはね、多分、スムーズに。ただ、週末とかは混むかもしれないです。まだ楽天回線がこの近所で、加入されてるかどうかだけですね。はい。加入されてなかったらもういいんですけど、やっぱ徐々にね、加入が増えてきたら、
遅くなるかもしれないですね。ただ、アップロードって、配信者ですから、使うので、そんなに配信してる人多くないかもしれないですよね。はい。まあ、こういう、楽天、今のところ順調ということで、お送りさせていただいてます。はい。それで、まあ、関係ないんですけど、また今日雑談で、明日からなんですけど、まあ、別に新しいチャレンジじゃないんですけど、一人、まあ、新しい生徒さんを見てて、最近やっぱり家庭教師の方が少しずつまた増えてきまして、まあ、数学とかはね、結構、いつもやってるんですけど、物理とかはね、割とテスト前とかに、ちょっとやってくれないっていうことでやってたんですけど、今度は、まあ、レギュラーで物理基礎、物理を、まあ、ちょっと明日から指導するようになるわけなんですが、今これね、出してるのは、物理基礎っていう、リードアルファって言いまして、学校で結構配られている高校生の普通科の方が、まあ、使っている問題集なんですね。で、これ、市販でも売ってるんですけども、まあ、物理ね、なんていうのかな、公式は数学と違って少ない。数学よりも少ない。ただ、理屈がやっぱわからないと、どの公式を当てはめて使ったらいいかっていうのが、やっぱ難しいですよね。今日もちょっといろいろ、パラッと見て予習してたんですけど、これはこういう風に使うんだなとか、やっぱりまあ今だとちょうど、力のところなんですけどね。そこをちょっと勉強してまして、まあ重力とかね、上の力と下の力とイコールにしたりとか、それから斜めだとか台車じゃない、三角形があって、コサイン使ったりね。あと垂直抗力を使ったりとかして、上と下の力のところとか、そういうのを公式で当てはめていったりとか、まあ、バネを使ったりとか、そういう話なんですけども、なかなかね、これどういうふうに、なんとなく自分ではまあ、理解はしてるつもりなんですけど、こう教えるってなるとね、また、ね、仕組みを教えなきゃいけないので、ちょっと大変だなと思いながら。でも、自分がこの50代になって、また物理を勉強することができるっていうのは、まあ生徒がいるんだけども、まあ自分としてすごいありがたいっていうかね、なかなか勉強しないじゃないですか、この物理なんて。トレードに活かされるかちょっとわからないんですけど、でも、まあ数学とかもそうなんですけど、こう考える力とか、こう答えに導くために、逆算してやる力とかね。そういったものはね、やっぱり大人になってきた方が、より、学べるっていうか、まあこう、どうしても受験とかが多いとね、こう、暗記してたりとかする部分もあって、なんだかわからないけど、この公式に入れてやればいいやっていうところから、やっぱ、もうなんでこういうものを入れて、代入してやるかっていうことを考えられるのでね、いい機会だなと思います。まあなので、まあ少しね、今、トレードのことよりこう、勉強してることがこういうのが多いんですけども、まあでも、好きなことをやってるのでね、まあありがたいなと思っております。まあそんな話でした。しめじさんもね、割と物理とかも、好きなんじゃないかなって前一回話したかなと思ってね。はい。また、まあ、毎週金曜日は物理の日多分。で、僕もまあ、土曜日が結構家庭教師が多くて、土曜日がもう数学のオンパレードみたいな感じ高校数学の。しめじ、はいはい、物理科学数学は好きです。ね、言ってましたよね。はい。そうそうそう。まあ、こういう風にね、そうですよ。皆さんもまた副業じゃないですけどね、家庭教師とかいいですよ。本当思います。結構勉強するの大変かもしれないですけど、大人になってくるとね、こういう勉強がね、なんていうの、逆にありがたくなるっていうか、まあ、生徒には申し訳ないですけどね。
うん。でも生徒よりはもう分かりやすくね、説明はするつもりなんですけど。はい。という話でした。はい。それではですね、今日、ちょっと最初にですね、こちらの話題からいきたいなと思います。ちょうどある、この、50代、これ何かっていうと、50代の貧乏の人と50代の金持ちの人が、特によくある話なんですけどね。こういう貧乏と、貧乏と金持ちでちょっと、言い方が変なんですけど、ちょっとこのお話ね、10分程度あるんですけども、雑談がてらっていうことでちょっと聞いていただきたいなと思います。ちょっと自分にも当てはまるかどうかわからないですけどね。ちょっと聞いてみてください。お花、こんばんは。どうも。よろしくお願いします。今日お花さんスムーズですよ、多分。もう、光が入って。でも、ちょっとカクつくかもしれないですけどね。楽天光パワーが。はい。ちょっとこれ今流しますね。していきますが、50代ではお金持ちと貧乏な人の差が明確に現れるようになってきます。まだ20から40代の人はちょっと音が小さいかもしれないですね。お金持ちの50代になれるように行動や考え方を変える機会になると思いますし、もうすでに50代、あるいはそれを過ぎて60代だという方も、自分の考え方が貧乏な人のものでないか、ぜひチェックしてみてください。今回の目次がこちらになります。まずはじめに、実際のデータから日本人の50代の貯蓄額の平均値と中央値、このあたりはよく聞く話かもしれないですけどね。格差が開く50代における、お金持ち50代の特徴を4つ挙げて解説していきます。最後にそれらの特徴から言えることをまとめていきます。ちなみに僕の画面の上は中国経済のとこちょっとスクロールしてますので、また興味あれば見てくださいね。勝手に上に上がってます。チャンネルのプロデューサーの特徴がこちらになります。興味のある方は動画を止めてみてください。この方そうなんですね。内容が良かったので、あれですけど、この人のことはよく知らなかった。まずはじめに、現実を確認するために、日本人の50代の人の貯蓄額のデータを紹介します。こちらは、金融広報中央委員会が発表している、家計の金融行動に関する世論調査2021年から抽出した単身世帯2人以上、世帯合同の年代別の貯蓄額の平均値と中央値になります。平均値というのは単純に全員の貯蓄額を足して人数で割った1人当たりの貯蓄額になります。貯蓄額ですね。中央値というのはちょっとこれストップしようかな。貯蓄額をちょっと貯蓄額だけ確認すると、これの平均値は当てにならないみたいですね。中央値っていうところが、見た方がいいっていうことで、50代が350万が中央値。もう要は。で、60代が多分退職金が入って、だいたい700万ぐらいだっていうことを言われてる。40代が200万円が中央値。30代が155万。20代が20万という風になっております。はい。次行きます。世代から最小まで順番に並べたちょうど真ん中の人の貯蓄額を示している値になります。1000人の人がいたとしたら500番目の人の貯蓄額ということです。平均値と中央値に開きがあるほど一部のお金持ちが平均を釣り上げているということが言えます。つまり平均値と中央値の差が大きいほど貯蓄額の格差が開いているということを意味しているのです。そしてその格差は年代が進むほど拡大しているということがデータからはっきりとわかります。20代では163万円であった平均値と中央値の差も50代では945万円、60代で1565万円と大きく格差の広がっていることがわかると思います。これはつまり50代や60代といった資産形成期の後半になるほどお金持ちと貧乏との差が決定的になってくるということがわかるわけです。さて、ではそんな格差の開いた状況における勝ち組ともいえる
お金持ちの50代の特徴を挙げていきます。金持ち頭が柔50代のらかい。特徴その1は、頭が柔らかいというものです。人間は、どうしても年齢を重ねていくと、一つの考え方に凝り固まってしまったり、自分以外の価値観を受け入れにくくなってくるというのは、皆さん思い当たるところがあると思います。50代となると、完全な固定観念にとらわれてしまう人も少なくないですが、お金持ちの50代の人は、他の価値観や考え方を受け入れる、あるいは理解しようとする人が多いです。若者から最新の情報を得たり、話を聞いたりして、若い友人がたくさんいるという人がその例ですね。逆に、貧乏な50代の人は、まさに人の話を聞かない人で、昭和の頑固親父といった人が多いです。昭和の頑固親父。新しい情報や価値観を取り入れようとしない人は、時代に取り残されて情報弱者となり、より貧乏になってしまうというのは、この現代においては納得できるところかと思います。固定概念は出ちゃい続いての金持ち50ますけど代の特徴はね。無理な生活をしていないというものです。現在の50代というと、1986年から1991年のバブル期に若い頃を過ごした世代となります。そういった派手な時代を経験している人は、消費や生活も派手になってしまいそうなものですが、お金持ち側にいる人は、お金持ちだとは思えないくらいに地味な生活をしている傾向にあります。逆に、貧乏側にいる人は、バブル時代の再来かと思うくらいに激しく消費したりするケース。ちょっとここ止めますね。無理な生活をしていないっていうことがお金持ち。まあまあ、それはあれですけど、ポイントなんですけど、逆に、僕ちょっとわからないのが、お金を使うことって何に50代の人は使うんでしょうかね。お酒かな？飲み代とかですか？それか、趣味です。お金を使うことってあるんですかね。ちょっとこの僕感覚がわからないっていうか、何にお金を使うんですかね。僕みたいなあれですかね。YouTube でパソコン買ったりするとかそういうことかな。最近ね、ちょっとこのね、お金を使うっていうことについてがわからなくなってきたっていうか、趣味がないからですかね。そう。浪費している感覚がないので、ちょっとここが皆さんもわかるとありますかね。川場タッチ、アイドルオタクです。それはね、使うみたいですね。大学生の子たちがそういえば、そう言ってました。あれ、なんだっけ、転売ヤーって言って何ですか、ライブでえらいお金かかるみたいですね。何でしたっけ、その推しのライブに行くのに、ただ行くだけじゃなくて、その席を取るときに、もう今って、なんか、10万円ぐらいする席とか当たり前であるみたいですね。そこにね、お金をかけてしまったりとかする。まあ、グッズもそうですけどね。趣味でお金がかかるのは、それはあるみたいですね。僕もね、その当時は、アイドル、おにゃんこクラブとかそういう時代だったので、そう、今、それはお金かかるみたいですね。川場タッチ、物販も使います。やっぱそうなんですね。言います。なるほどね。ここは商品になるわけですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。なんか、こうやって話せるといいですね。しかも、大抵の場合、本人はそれを無理な浪費だと思っておらず、そうなると手の施しようがありません。なるほど。浪費先行の考え方が長年にわたり続いてきたと考えると、貧乏にはなるべくしてなったというわけですね。さて、続いての金持ち50代の特徴は、時間を味方につけているというものです。今お金持ちの50代は、20代から40代までの長い期間を自分に有利になるように生かしています。投資をするなり、
将来的に発展しそうなところにビジネスの種をまいたりと、時間が経つことで大きく成長するようなものに若いうちから時間や労力を投入しています。これに対して貧乏な人は全く真逆で、ローンなどの借金で長期間の返済にとらわれてしまったりと、時間を敵に回すような選択を若いうちにしがちです。時間経過とともに楽になる選択をしたのか、苦しくなる選択をしたのか、その結果が50代ともなると目に見える形で現れてくる。はいはい。ここもちょっとストップしますね。多分ですけど、これ、ローンとかをその若いうちにしてしまうっていうのは、もう多分車か、その一軒家を例えば買ったりとか、住宅、マンションを買ったりとかすることですよね。で、マンションについては、なんか、しょうがないっていうか、なんて言ったらね、その当時、例えば20年前にマンション買ったりする人とかって、ここまでの、今のその時代、デフレになる時代って想像もつかなかったと思うんですよね。30代ぐらいで買った人。で、まだ20年ぐらいだと、ローンが、というかね、マンションとか、一軒家のローン残ってるかもしれないじゃないですか。で、税金対策になるって当時言われたりとかして、これしょうがない気はするんですけど、で、車については、だいぶ変わりましたよね。車については、もしかしたら、もう本当に、全然お金かけずに、燃費もいいものもあるので、昔だと見え張ってね、僕も、トヨタに住んでますので、乗ってて、30ぐらいまでお金なかなか貯まらなくて、もうガソリンも高くて燃費も悪いから、そういうとこにお金を使ってたなっては思います。車のローンもしていったと思うしね。あと、任意保険も高かったですね。はい。そういうとこあるかなと思うんで、しょうがない部分もあるけど、今から考えるとね、そこの、大きくローンをしなくてもいいものっていうのを考えてもいいなと思いますけどね。続きいきますね。ということになるのです。さて、最後に紹介する今日結構やっぱり安定してるのでまったりできてる気がする。お金持ちの50代の人は将来に達成したい夢や目標を明確に持っている傾向にあります。夢や目標というと若い人の1000倍特許だと思っている人もいますが、そんなことはありません。夢や目標を持っている人の方が何も目指すものがない人よりも充実した生活を送ることができます。経済的な夢や目標だけでなく、人生における夢や目標を持っているかいないかでは、やるべきことに対する意欲に明確な差が出ます。貧乏な50代の人は、長年サラリーマン生活をしてきた人に多いですが、毎日の仕事に手一杯で自分の人生の理想を掲げるといったこともなく、ただ日々の生活を消化していくだけとなりがちです。こんな感じなんですね。金持ち50代、貧乏50代、命運を分けるものはということで、お金持ち50代の特徴を挙げて解説してきました。今回の動画の内容をまとめるとこちらになります。書いてますね。はい。こんな風に書いてあるんですけど、この方登録者数は僕とあんま変わらないんですけど、この動画だけすごくバズってるんですよ。なので結構多分共感している人も多かったのかなっていうのが印象ですね。はい。ということで簡単にこうね、頭が柔らかいかどうか、金持ちの50代の特徴から無理な生活をしていない、時間を味方につけている、夢や目標を持っているという話でありました。いくつか当てはまるとこもなきにしもあらずですけど、考え方としてね、そろそろ、僕も50超えてきたので、こういうところをね、考えながら、夢や目標を持ってね、生き続けていきたいななんて思っております。はい。
っていう話でした。そうそう、この時間を味方につけるっていうことで、最近ちょっと今脱線しましたけど、NISA についての話がちらほらとYouTube でも出てますよね。高級化の話。昨日、一昨日ですか？ニュースでもちょっとあったんですかね。またこの NISA についても、長期のね、積み立てということでね、お話ができればいいなと思っております。まあ、時間を味方につけるということでね。まあ、トレーダーとしては、短期は短期で、まあ、長期は長期ってしっかりこう分けて考えて、まあ、短期の方は結構遊び感覚になっちゃってるとこも今ありますけどね。はい。はい。それでは、こちらのありがとうございました。今日の、これまた後半特集で今日の中国経済についてね、YouTuber さんの方でご紹介したいと思います。では、こちらですね。今日の、相場の方、ちょっと見ていきたいなと思います。音楽とかって大きいです？僕ちょっと、音楽とかのバランスがわからなくて、ちょうどこれぐらいでバックミュージックつけてるんですけど、まあ、だいぶ、こうね、光で安定してきてるので、今日もあれです。ずーっと青色が出てるんですよ。なんて言ったらいいでしょう。ライブの、あれが。すごい安定してるので、もうすごい助かってます。早いですよね、これも。今までどんだけ不便だったか。タワバタッチ、ちょうどいいです。ありがとうございます。充実してますね。はい。ということで、ナスダックとかも今見えてますけども、これ今日は上がってますけど、ナスダック、今ちょうど 12,500 ですので、ここね、今週、下げ相場だったのが今日ちょっと反転しております。はい。S&P500 も4180という位置に来てます。まあ、この、今週、まあ、ちょっと戻したというところで、あります。僕もいつも4000っていうラインを、まあ、基準に見てるので、今のところはまあ、とりあえずはいいかなと。で、先物の方が、ちょっとへんてこりんな動きをしてますね。この1時間で、キュッと上がってますので、これは、ショートカバー的な動きもしてますね。ただ、半導体のこの即指数が非常に高いので、半導体が反転していい数字を出しています。ナスダックもこれ多分半導体の影響ですかね。またセクターごと見てみたいと思います。この2年債の方が 3.37 ちょっと高いですね、今。ちょっと高いです。10年債の方が 3.08 ということになってます。これは安定してますね。はい。まあ、いつも思うんですけど、この米国の2年債が 3.25 っていうところが一つ目安かななんて思います。おっと、ビックスがすっごい下げてますね、今。マイナス 3% まで来ました。というか、今週上がりすぎでしたね。また、安定してきましたね。まあ、20まで下がるといいですけどね。はい。まあ、長期積み立ての人もちょっと今ほっとしてるじゃないですかね。もう、6月の中旬のそこからだいぶね、来てるんですけど。まあ、わかんないですけどね。こういう年末までみんな今、銀行系は、あれですよね。S&P500 が年末まで下がるって言ってるとこと、いや、年末までこれまた戻すんじゃないかって言ってるとこと、しっかり分かれてますので、意見が。なんとも言えませんね。はい。はい。中国と見ていきましょう。世界の方ですね。いや、早いわ。感動してるわ。はい。上海の方は若干プラス。香港が今日 3.63 と爆上がりしてましたね。いつでしたっけ？今日の午後見たときに急激に上げてましたね。ただ、急激に上げたとしても、
19,900、まだ2万届いてませんので、上がったっていうよりなんかちょっとショートカバー的な要素ですね。これちょっとおかしい動きをしてました。反戦指数。はい。インドが下げて、この間、下落トレンドっていうかちょっとデッドクロスしましたね、長期で。いや、俺、もうちょっと行くかなと思って、まあ、ちょっと2週間前に新興国株の方とね、紹介して急騰するんじゃないかっていう話ですけど、なかなかインド難しかったですね。18,000突破しませんでした。今のところちょっとデッドクロスして17,500という位置に来ています。東南アジア目立つのマレーシアがいいです。ベトナムは相変わらず停滞しています。インドネシアはじりじりと上がってきてはいました。今日ちょっと下げてますけどね。夕方のヨーロッパですけど、あんまり動きがないです。ドイツが13,200なので、300か。まだまだですね。ユーロどれぐらい？下げましたね、これ。これ多分、下げてますね。ちょっと見てなかったですけど、ユーロ3,680ですね。これは、ドイツとともにちょっと、先週下げてますね。先週あたりから。そうですね。イギリスが7,490なので、そうですね。下げております。主だったところ、南アフリカちょっとずつ戻ってきました。トルコは相変わらずドーンと下げたので一回戻しましたね。はい。こんなところですね。世界のコモディティ見てみましょう。はい。ハードコモディティ、ゴールドですが、1756ということで、最近、ちょっと落ち着いてきましたね。1800から割ってきて、1700の中旬ぐらい。シルバーは低い水準でずっといますね。20超えないですね。19ですね。ちょっと、そうですね。このコモディティが最近鈍いっていうか、株の方が今ね、ちょっと安定してきてるので、コモディティ、このハードコモディティはちょっと今、あんまりいい動きをしていないですね。はい。原油。この間90まで一回割ったけど、やっぱり今95前後ですね。ニューヨーク原油 94.5。ブレンド、北海原油が101ですね。このところで今、安定してるというか、ちょっとどっち行くかわからないですけど、まだうろうろしているところです。天然ガスが 9.3 高いですね。やっぱもう、ちょっと報道が出るとすぐ急騰しますよね。需要と供給の関係で。すぐロシアが例えばヨーロッパにも供給しないとかそういう話が出るとスッとは上がったりしますもんね。でも天然ガスもしかしたらこれ、10に、今までこれ10行ったことないですけど、10のオーダー行くかもしれないですね。今年。はい。はい。ソフトコモディティですけども、大豆、コーン、小麦、ともに下落トレンドからの反転ですけど、今多分この値は、長期だとレンジだと思います。レンジです。はい。まだ明らかな、トレンドが出てるわけではないですね。はい、なので、ちょっとレバレッジ高くやってらっしゃる方は、今日でも 2% 出てますので、やっぱりレバレッジを抑えれば、少し見れるんですけど、20倍ですので、コモディティも。そのままやっちゃうと 5% ぐらいで、ね、デイトレードやるのちょっと厳しいので、ちょっと気をつけた方がいいなと思います。コーンも多分、一回ストーンと落ちたり、ドーンと上がったりしてましたので、注意ですね、今。レンジだけど、上がったり下がったりしてる、ボラティリティが高いです。はい。くらいですね。仮想通貨ちょっと見てみましょう。悪いと思うんですけど。今日、あれイーサが、えらいいいな。どうしたんでしょうね。ちょっと最近
なんか、マージとかいうアップデートと何かあるみたいですね。ただ、変な噂も出てますけどね。あと、EF ができたのかな？イーサの。はい。ビットコインもともとあったんですけど。はい。という風に、ちょっとイーサだけ動きが、このイーサリアムクラシックもいいので、長期で見るとちょっと厳しいですけどね。はい。という動きをしております。はい。S&P 見てみましょう。1時間の S&P です。ちょっとこれ、リターンですね。はい。見えますかね。今日は大型株が今、Apple、Google、メタが 2% いいですね。Amazon、テスラが下がってます。でも大型株軒並みいいです。今日はハイテクがいい、このハイテク、NVIDIA、ロードコム、AMD がいいですね。3.79 です。やっぱ半導体が全体を引っ張っている感じ。あとちょっとセクター見てみると色が霞んでますもんね。霞んでるっていうか薄いですもんね、緑が。ですね。日用品もコカ・コーラ、ウォルマート、コストコも、プラマイ、あんまり動いてないです、ここは。ヘルスケアもあんまり動いてません。エネルギーもそんなに動いてません。半導体と大型株、メタがいいですね。ここが押し上げているということです。でもそんなに押し上げてるほどでもないですね。はい。あんま特徴のない S&P500 でした。はい。それではですね、今の状況こんな感じなんですけども、今日の特集行ってみたいと思います。どこだ？オイル。これは、チャートでしたね。はい。僕は上のやつ消えちゃいました。ちょっとまあいいか、これ。これ、ダメですね。この上のやつ消えちゃうんですよね。これちょっと大きくしますね。もう、消えちゃったので。はい。こんな感じで。ではですね、こちらの方なんですけども、中国、多分ですけど、この YouTuber さんが、今日の特集は中国の経済が今大丈夫なのかどうかっていうところ、儲かるのかっていう話なんですけど、この方がですね、もう登録者数が28万人いらっしゃって、ディープマックス、さんっていうのかな。で、僕もすごく多分ですけど、中国に住んでらっしゃるのかな。特に中国のもう本当にいろんなその新聞とかも読んでらっしゃるし、もう中国語が多分読めると思うんですよ。で、実生活とか、今の、今日お話しするこの YouTube なんですけども、経済悪化が人民の生活レベルを確実に侵食しているっていうテーマなんですね。だから、生活レベルでのお話。実際に私たちが聞いているより、中国の経済が悪化してるなっていうことがよくわかるお話でしたので、今日はこの10分ぐらいですけど、YouTuber さんと、話をちょっと聞いてください。すみませんね。これで見えるのかな？これにしないとね、なんか、許可もらっててもね、著作権とか出ちゃうんですよね。はい。関するお話をしていきたいと思います。それっていうのはですね、中国内陸部の河南省湛城県という土地での話なんですけどね、この町はですね、日本ではほとんど知名度がないと思いますので、この方知ってらっしゃいます？まずはですね、地図で皆さん。場所を確認してみたいと思います。赤いマークがついているところが湛城県という町なんですけれども、日本人にはちょっとピンとこないですよね。ということでですね、街の様子を撮影した画像というのを探しましたので、そちらをご覧いただきたいと思うんですけども、
こちらがですね、問題となっている丹上県という河南省の地方都市ですね。中国の地方都市っていうのはこんな感じですね。見た感じ、それほど商業が発達してるという感じではないけれども、それでも中国の地方都市って結構規模は大きいんですね。で、この街で何が話題になっているかって言いますと、先ほど申し上げたようにですね、バスが運行停止になったっていうんですよ。こちらがですね、8月12日の運営会社の発表なんですけれども、バスの運転手に数ヶ月間給料が支払われていないということなので、バスを全面的に運行停止にいたしますっていう発表なんですね。背景に何があるかと言いますと、この街でバスを運営しているこの会社はですね、長い間ずっと赤字経営だったっていうんですね。先ほどの画像から見ても、それほど経済発展している街とは言えないので、バスの運営で利益を出すっていうのがすごく難しいんだろうなっていうことはわかります。では今までどうしていたかって言いますと、政府からの補助金で赤字を埋めていたってわけなんですね。ところがですね、その政府からの補助金が今止まっていて、給料を払えなくなっているということでバスの運行が停止になったっていう話なんですよ。そしてこれがなぜ注目されているかっていうと、中国の地方都市はですね、今お金が足りなくて困っていると。しかし、公共交通機関っていうのが止まるとですね、そのことによってさらに経済が停滞して、さらに状況は悪くなるんですよね。なので、交通機関を止めるっていうのはよっぽどのことなんですけども、とうとうそういう事態に追い込まれたかっていうことで、中国の地方財政どうなっちゃうのってことで注目されてるんですよ。中国の地方財政が火の車だっていうのはですね、以前から言われてることなんですけども、とうとうここまで来たかと。つまり具体的に生活に影響が出てきたなっていう感じなんですね。中国の経済に関してはですね、もう何年も前から実態をずっとウォッチしてる人たちはですね、今後は今までのようにはいかないよと、これから中国経済下り坂ですよと、下手するとハードランディングってことになりますよって言ってるんですが、中国経済は大変だって言うけど、全然大丈夫じゃないかっていう人って結構いるんですよね。ただそういう人たちっていうのは、自分が見てるもので全てを判断するから、そうなっちゃうわけで、実際中国経済の問題っていうのはどんどん大きくなってきて、部分的にはその問題が顕在化しつつあったわけなんですよ。そしてとうとうバスが止まるっていう状況になって、こんなにやばいことになってんだっていうことなんですね。ちなみにこれっていうのはほんの一例であって、中国の地方財政っていうのはですね、ほとんどの地域で赤字になっております。ということで、お金が足りないわけですね。以前もこのチャンネルの中でご紹介したのは、例えば学校の先生の給料が削られるとか、公務員の給料が実質的に削られていると。実質的にっていうのはどういうことかって言いますと、公務員はですね、給料以外の補助金っていうのがすごくあるんですよ。例えば住宅を買うとその補助金とかっていうのがあるんですけども、そういう補助金がですね、どんどん削られていってるんですよ。さらに民間で言ったらボーナスに相当するようなまとまった支給っていうのがあるんですけども、そういうものも削られていると。つまりお金が足りないから人件費を削ってるってことなんですね。で、そんな中でですね、ある動きが強化されてるんですよ。例えばこちらご覧いただきたいと思うんですけども、こちらはですね、交通取締強化でございます。100日キャンペーンというのが行われていて、飲酒運転で3000件近くが摘発されたっていうんですね。で、これっていうのはですね、確かに必要な取り締まりではあるとは思うんですけども、お金が足りなくなっているんで、罰金を取るっていう行政活動が今、中国全土で活性化してるって言われてるんですよ。確かに交通ルールを守らないのも悪いんですけども、中国ではですね、交通ルール守んない人なんてたくさんいるわけなんで、どうしてもお金が足りないってなったら、そういう連中から取ろうって発想になるんですけども、それが結構行き過ぎてるって言われてるんですね。例えばこちらなんですけども、自動車運転していた女子がですね、赤信号で止まっている間にスマホを見てたって言うんですね。そうしたらそれは交通違反ですよってことで、罰金200元取られたって言うんですよ。200元って言いますと、今ですと日本円で言うと4000円ぐらいですね。つまりですね、ちょっとしたことももう見逃さないぞと、取れるところからはどんどん取るってことになってるみたいです。ちなみにこれっていうのは上海の話なんですが、上海というのは中国の中で最も財政が健全な地方都市なんですよ。
その上海でも結構厳しくなってるってことで、地方はもっと大変。例えばですね、中国の田舎ですと、トラックの荷台に人が乗って移動するとかってあるんですよ。もちろんそれはですね、違反は違反なんですけども、田舎ではまあそういう風に移動しないと交通手段がないから、畑に移動するときにですね、トラックの荷台に農民がたくさん乗って移動するなんてことをやってるんですけども、そういうのもバンバン摘発してるみたいです。ですけどこういうのっていうのも行き過ぎると、やっぱり経済活動を停滞させると思うんですよね。今までそれでやってたのを止めちゃうわけなんだから。本来だったら交通ルールを守ってもちゃんと生活できる水準までインフラを整えなさいよと。畑に行くのにトラックにみんなで乗っていかないといけないって状況をほっといて、それやっちゃダメってなったらですね、今度は農業が停滞すると。食料が足りなくなるかもしれないって言ってんのに、そんなことでどうすんだよって思いますけどね。今回はですね、まだ時間がありますので、もう一つ小ネタ言ってみたいと思うんですけども、以前からですね、中国では不動産開発を始めたけれども、途中で資金がショートしてしまって、工事が中断されるケースが多いということを申し上げております。しかもですね、工事が完成する前に売り出すもんですから、マンションを買ったはいいんだけども、ずーっとマンションを手に入れることができないにもかかわらず、住宅ローンを払い続けている人がたくさんいるっていうんですね。そんな中である意味世界一っていうのがあるので、それをご紹介したいんですけども、こちらはですね、天津にある高層ビルなんですよ。高銀117ビルっていう高層ビルなんですけれども、これがですね、2008年に着工したビルなんですね。ちなみにこれっていうのは、香港の大富豪が当時400億元を投資して始めたプロジェクトなんです。400億元と言いますと、今のレートだったら8000億円ぐらいなんですね。あれだけのビル建てるのにそのぐらいかかるんですね。って言いますか、それでは足りなかったわけです。当初の予定では2014年には完成するはずだったんですけども、2010年、つまり工事が始まって2年経つと一旦工事が中断してしまうんです。ただ当時の中国ではですね、まだイケイケムードがあったんですね。不動産投資は儲かると。将来不動産の価格はどんどん上がっていくから、今買いですよっていうようなことでお金を集めることができたんでしょうね。2011年には工事が再開いたしました。そしてですね、骨組みというんですか、枠組みというんですか、そういうものが先にどんどん完成していくんですね。そして、一応2015年にはですね、高さとしては最上部まで到達するんですよ。ただもちろんまだ完成はしてません。枠組みというか骨組みというか、そういうものが一応最上部まで到達したと。ところがですね、その後再び工事が中断してしまうんですね。そして今でもまだこのビルって完成してないんですよ。ところが皆さん、このビルも他のプロジェクトと同じようにですね、すでに部屋を売り出してるんです。なのでもし買おうと思えば、このビルの一室を買うってことは多分できるんじゃないかなと思います。ただ買ったとしても、このビルが完成するかどうかわからない。おそらく当分の間放置されると思うんですけども、ただですね、これだけ巨大なものを建ててしまうと、ずっと放置するっていうこともできないと思うんですよね。とにかくすごい高さがありますんで、放置している間に劣化してきたら、周囲の人たちはたまったもんじゃないわけですよ。このビルがもし倒れたりしたら、周りのビルも巻き添えを食らっちゃうと。なので、どっかの段階で完成させるのか、破壊するのかっていう選択を迫られる時が来ると思うんですよね。もちろん完成させるよりは破壊する方がコストは安いと思いますけども、だからといってこれだけのものを例えば爆破処理するってことになるのかなと思うんですけども、それも相当なコストがかかるっていうんですね。だいたい中国で廃墟が放置される理由はですね、廃墟になってしまった建物を撤去するのにも相当なお金がかかるからだと言われております。結局ですね、建設の途中でお金がなくなってしまうと、撤去するお金もないわけで、そのまま放置されるわけですね。ということでですね、天津に作ってしまったこの巨大な廃墟、すでに工事が止まってから4年目に入るのかな。そのぐらい放置されてるんで、このまま放っておけばですね、おそらく劣化が進みやすいと思うんですよ。そうなるとですね、工事を再開しようにもできなくなると。そういう例っていうのはやっぱり他のプロジェクトで結構あるんです。
このチャンネルでも紹介したことあるんですけども、長い間放置されていて、地下室に水が溜まってしまって、そのことによってですね、建物全体の基礎が劣化してしまって、工事を再開したとしても、危険な建物になってしまうってことで、爆破処理されたっていう例があるんですね。なので、このビルもいつまでも放っておくことはできないんじゃないかなと、私の素人考えですけどね、そういうふうに思います。そしてこの工事が止まっているビルっていうのはですね、世界で最も高さがある廃墟だっていうことになっております。ということなので、ギネスブックに載せるくらいの利用の仕方は考えられますけれども、それ以外はほとんどメリットがなくて、むしろ天津にとっては非常に大きなお荷物になってしまうという予感しかしないと、そんな感じのプロジェクトということになると思います。ということで、今回の話はここまでです。また次回お会いしましょう。はい、という話でしたけど、本当にこの中国のこの今のこの生活レベル、しかもその私たちが聞いているその政治とか、そういうこう政策だとか、もう株価のことよりも、どれだけこの今の中国が、なんていうかな、一時期その、なんていうかな、日本に来て中国人の方が、例えば爆買いしていたとかね、あったじゃないですか。いつしかそういうのってもうさーっと聞かなくなりましたよね。まあコロナもあって、中国の方が日本に来なくなったっていうのもあるとは思うんですけど、もうその今の、ロックダウンだけではなくて、こう中国全体的にですね、もう経済が悪化していることがよくこうわかるお話じゃないかななんて思うわけです。で、株に関してもね、私もその今中国の方では先進国株っていう形で、中国に投資してるっていうよりも先進国に投資はしているんですけども、前にインドの話はしたと思うんですけども、やはりその今のそのパワーバランスというか、これどこの時間軸になるかわからないんですけど、インドと中国っていうのもどこかでそういった経済とかも逆転してくるのかなと思ったりとか、やっぱりね、なんていうのかな、成長を著しくいく国ではないんかっていうのはね、感じましたね。でも、ここはね、株価って実際にその経済と連動してない時期もあるので、例えばそのアメリカとかもそうですけど、去年まではもう実生活と実体経済とその株価ってだいぶ乖離してたじゃないですか。だいぶ株価のが良かったですよね。で、中国は今逆ですよね。2021年の2月をピークにずっと下がり続けていて、株価の方がもっとこんだけ下がるのっていうくらい下がってますよね。ハイテクもそうですよね。これテンセントも出るのかな？僕はよくテンセントを見るんですけど。これちょっと消しますね。せっかくなので、久しぶりに。最近中国株の方ね、あんまり見てないと思うんですけど。じゃあ、テンセントこれをちょっと見ると、テンセントの週足でいきますか。うわぁ。世界で今、10番目ぐらい、ベスト10から遠のいたかな？ちょうど、象徴というか、アリババでもいいんですけど、これテンセントの週足ですけど、ここがみんなピークです。2021年の、2月。なんだっけ、正月。忘れちゃった。中国の正月ですよね。ここがピークですよね。で、そこからもう山奥。このチャートは、テンセントだからっていうわけじゃなくて、これ、本当アリババもそうですけど、象徴してると思います。はい。ハイテク企業がこういう形になってるわけです。ね。例えばこれを見て、比較するといけないかもしれないんですけど、アップルを見ましょう。同じように。
まあ、同じようにハイテク企業で、まあ、アメリカのね、世界ナンバーワンのアップルですけども、まあ、本当に一つの株を見るだけでもね、全然こう違うわけですよ。アリババを見ましょうか。これね、アリババ同じですよね。2021年の2月はここです。今アリババは、96、99か。ピークが273なので3分の1ですもんね。今日でもアリババ関係ないですけど、7.8% 上がってますね。ここ。週足にしてるのでちょっと上がり方わからないと思うんですけど。はい。ということで、このまま中国は、みんなね、どっかでね、ボトムになるんじゃないかと思っているんですけど、ちょっと、この方の、まあ、YouTube ずっといろいろ聞いてると、いや、これちょっと中国、なかなかここから厳しいなっていうのがもう、実生活まで聞くとね、感じますね。確かにアリババとか、ジンドンとかシャオミとか、ハイテク企業で、すごいいろんなことやってるんですよ。自動運転もそうだし。うん。技術も、で、半導体も、中国の半導体もなかなかいいものができてきてるっていうことで、もうなんていうんです？インテルとかね、ああいったところも脅威になっているところもあるんですけど、ちょっとね、中国投資するときには、皆さん長期でも、まあ、気をつけた方がいいなっていうのは僕、まあ、この感想です。でも、僕積み立てをしているので、まあ、なんていうのかな。中国だけじゃないです。新興国が、まあ、好きなので、中国にも投資する形にはなっているんですけど、まあ、EMAX スリムの新興国株式ですけど、まあ、これを、比率を変えるかどうか、ですけど、まあ、なかなかこう、難しいですけどね。ポートフォリオをこう、新興国の割合をどれだけ少なくするかだよね。まあ、中国はまだね、時価総額でも、ポートフォリオの中でも新興国でも大きいので、まあ、早く、そうですね、台湾、そうですね、インドとかブラジルが、時価総額を抜いてくるようになるとね、いいなぁなんて思うんですけどね。何年後かなぁ。はい。なので中国株とかは本当によくね、注意して、トレード、個別株はね、特に注意していただきたいなと思います。はい。で、こちらの、なんだ、YouTuber さんはまた、ぜひね、中国の実生活のこととか、経済のことだけじゃないです。なんか、いろんな面白い話をしてくださってます。はい。芸能界のこととか、そういうのもあるので、とにかく中国のなんかこう実生活とか、そういったことを中心にいろいろな題材で話されてるので、聞くだけでもね、結構面白いと思う。ぜひね、また、まあ、僕は言うの変ですけど、もう28万人もいらっしゃるのでね、勉強されるといいなと思います。はい。それでは、次回ですけど、土曜日ですね、やっていきたいと思うんですけど、土曜日は、やっぱりもうちょっと、長期積み立てのことについてね、最近ちょっと多いですけど、初心者向けの話をやっぱりしていきたいなと思います。今のNISA 口座についてもそうですけど、まあ長期の初心者向けっていうことで何か、お話ができたらななんて思っております。はい。どうですか今日、順調だったですよ。でも実はですね、今順調じゃないっていうか、僕の携帯の方がですね、ライブが見れないんですよ。なんて言ったらいいんでしょう。皆さんの、あれが止まっちゃってます。これ、大丈夫でしたよね。僕の携帯が多分 YouTube 見れてないだけだと思うんですけど。いかがでしたかね、今日は。安定して、自分の中ではとても安定していたライブができたんじゃないかなと思うんですけど。すいません。自画自賛してる。今でもまだ見えないんですよ。コメントが。
これでいいのかな。映ってますね。はい。はい。はい。シメディ、通信安定していましいた。やー、本当に良かったです。もうそれだけでもほんとずっとね、いつもね、気にしながらやっていたところがあるから、やっぱりその喋りながらでも、いつもちょっと、クソとかって、やっぱ大事ですね。こう通信が安定するっていうのは本当に思いました。余計なこと考えなくて、いろんな話したいこととかね、できてくるので良かったです。はい。ただやっぱりアラートライブ、この上のアラートライブは、アラートライブっていうかなんていうの、上に出すやつは不安定ですね。これは多分、インターネットの関係じゃないですね。なんで、ちょこちょこ消えちゃったりとか、しちゃいますけどね。しょうがない。はい。ということで、これからもね、もうちょっとね、こう、皆さんとこう、うまくこう喋れるように、僕ももう余裕持って間を取ったりとか、多分、タイムラグだいぶ少なくさしてるはずなので、喋って、ほら、遅延がだいぶ少なくなってるはずなので、またね、できるだけこう、そんなたくさんいるわけじゃないじゃないですか。僕のライブとか、こう皆さんがこう来てくださってる時に、いろいろ喋れるようなね、感じにね、していきたいなと思います。はい。またで、なので初心者の方とかもね、少しずつこう、なんていうのかな、話していって、で、24時間ライブのことも、使い方とかもまた少しずつね、話せたらな、なんて思っております。はい。はい。ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。また、土曜日11時ということで、1時間ほどね、一緒に、勉強していきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。今日どうもありがとうございました。では、失礼します。シメディ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お花、ありがとうございました。おやす